こんにちは、こんばんは、市田みなみです。皆様、アファンタジアってご存知でしょうか？アファンタジアとは、代表的な特性っていうのが、心の中でイメージを視覚化できないということなんですが、例えば、目を閉じて黄色いバナナを思い浮かべてみてください。そう言われた場合にね、このバナナが映像として頭に浮かばなくて、真っ暗なままの状態っていうのがファンタジアの一つの特徴なんですね。そしてね、どうやら私はファンタジアのようなんです。頭の中で想像ができないということが自分にとっては結構普通のことなので、想像できることっていうのが大多数を占めていたんだっていうことをね、知らなかったんですね。ですから小さい頃からよくよくね思い返してみると、何かわからない疑問と不安、そして生きづらさ、劣等感っていうのをね抱えていたっていうことは確かで、なぜなのか理由と原因っていうのがねずっとわからずに過ごしてきてしまったんですね。そして2021年11月につい最近ですね、ファンタジアっていうのを知って、その理由と原因っていうのが分かったんですよね。その原因っていうのが、脳の特性だったんですよね。自分の脳に原因があったっていうことに正直最初はすごく衝撃を受けました。なんですけれども、それと同時にやっぱり安堵した自分っていうのもいたんですよね。よかったって思いましたよね。それから2021年12月にファンタジア、イメージのない世界で生きるという本が発刊されたことを知ります。すぐさま買いに行ってこの本を読みました。それでこの本を読んでいく中で、やっぱり私自身も当てはまる部分っていうのがすごくあって、もうファンタジアである可能性っていうのは高いんだなっていうのを確信しました。とはいえね、まだ私自身が医学的に検査を受けたりとかはしていないので、もちろん確定はできないんですけどね。この本はもともと英語で書かれたものなんですけれども、2017年にアラン・ケンドル氏という方が、この方もファンタジアの方なんですけれども、その方の本をもとに、実際にね、もうすでにファンタジアだと診断された方々の話っていうのが収録されています。ここにはこのファンタジアの特性を知るきっかけだったりとか、特性との付き合い方だったり、出現率、どれぐらいの確率で出るのか、そしてこの特性でプラスに感じること、マイナスに感じることっていうのが、詳細に書かれているんですね。実際にこの本を読んでね、同じような経験をしている方々の存在っていうのを知れたことで、努力すればどうにかなるとか、努力が足りないからってね、自分を責め続けてきた部分っていうのがあるんですけど、それにはね、できない原因がちゃんとあって、脳の特性であるっていうことがね、理解できたことで、私は正直本当にかなり肩の荷が下りたというか楽になりましたね。もし本当私のように同じようなことで悩んでいる方がいれば、ぜひこの本を読んでみていただきたいなと思います。気持ちがね、少しでも軽くなるんじゃないかなと思います。さて、ここからは私の美術家としての話になってきますが、それではなぜ頭の中にイメージが浮かばないのに絵が描けるのかという疑問が湧いてきますよね。私は小さい頃から絵を描くのがすごく好きでした。
なんですけれども、想像しながら絵を描くことはできませんでした。今もそうなんですけれども、思い出や過去の映像っていうのを思い巡らしながら絵を描くこともできないですし、空想の世界を視覚的なイメージで想像することもできません。それどころか、両親の顔だったり友人の顔っていうのを思い浮かべることもできないんですよね。そんな中でね、人をどうやって記憶するかっていうと、映像としての記憶はちょっとできないので、その人のあらゆる特徴とかっていうのを言語化していくんですね。概念的にどんどん覚えていきます。例えば鈴木さんという方を記憶する場合、鈴木という名字で、漢字はなるすずに植物の木、鼻は高くて鼻筋がしっかりと通っていて、眼鏡をかけていて二重で、髪の毛は赤毛で髪が長いなど、そういった細やかなその人の特徴っていうのを言語化して記憶していくんですね。他にもね、例えば普通に絵を描きたいなと思った時には、目の前にあるものを基本的に描くようにしています。モデルさんがいる場合はモデルさんを描いたり、いない場合は自分で撮影した写真なり、そういったものを見ながら描いていきます。わかりやすく言うと、いわゆる観察力と技術っていうのを駆使して描いていくわけですね。そしてね、もう一つ私なりの描き方があるんですね。ジャンルで分けるとしたら抽象画になるかなと思います。私はこの抽象画を音の絵と呼んでいて、自身の感情が元になっている作品なんだっていうことを過去の動画でもお話ししてきましたが、これこそまさにイメージの世界なのではと思われるかもしれません。実際に描くときに頭の中にイメージが浮かんでいるのと聞かれることもありました。その当時の私は、ファンタジアについて全然知らなかったですし、私自身もよく理解できていなかった部分もあって、頭に浮かんでいるというか、でも下書きはないんですよね。一発書きいつもしてますっていう風に、正直かなり曖昧に答えていました。一般的には頭の中でイメージをして下絵を描いたりする方っていうのが多いんですけれども、私の場合はやっぱり頭の中でイメージができないので、この絵に関しては即興で描いています。この絵を描き始めた瞬間に感じたこと、溜め込んできた気持ちっていうのを形や色にして紙に表現していくんですね。なので絵を描く瞬間に感情を視覚化しながら構築っていうのを同時に行っているような、そういうイメージですかね。なので同じ絵っていうのを二度と描くことはできないですし、さらに一度完成って感じた場合はもう二度とそこから付け足しをしたりとか書き直したりっていうことができなくなるんですよね。その理由としては、映像として私の中に残っていないからなんですよね。不思議ですよね。自分でも不思議です。しかしながらね、概念としてはちゃんと残ってますので、描いたことだったりとか、描いたものっていうのは覚えてます。そして、音の絵を描くときっていうのは、ものすごく深く集中して描いているんですね。そうやって深く集中すると、もう全然周りの音も聞こえなくなってしまって、自分だけの空間に入ったような感覚になりますね。おそらくなんですけれども、スポーツ選手が超集中すると周りの音が消えて、相手の動きがよく見えるようになったりとかっていう話を聞いたりしますよね。いわゆるゾーンに入った瞬間っていうのと似ているのかなと思います。なので私のこの状態もゾーンと表現していくことにしますね。
そしてこのゾーンに入ると時間の感覚すらもなくなってしまうので、気づくと3時間、6時間とか時間がすごい経ってたっていうことがざらにあります。なのでその時は結構食事をしなかったり、場合によってはトイレにも行かなかったりする場合もあって、正直あんまり、体にいいことではないので、なんともちょっと言えないんですけど、そういうこともあってね、やっぱりすごいエネルギーを結構消耗してしまう絵でもあるんですよね。それでやっぱりゾーンに入る時っていうのは、私の気持ちの中でもう描きたい、どうにもならないぐらい描きたいっていう気持ちで心が満たされた時にゾーンに入ることができるんですよね。なので結構あらゆるものを見に行って、例えば、自然を見に行ったりとか、他の方の絵を見に行ったりとか、音楽を聴きに行ったりとか、いろんなそういう心を動かす時間っていうのがすごく大切になってきて、それで描くことができる絵なんですね。そうやって描いた分ね、やっぱり私にとってもとても大切な作品になるんですよ。やっぱり特別な作品だなと思いますね。私はこのアファンタジアの本を読んだことによって、ものすごくすごく今本当にすっきりした気持ちでいるんですね。なんていうか私はなんで絵を描いているんだろうっていう疑問を常にずっと抱いてきたので、それがね、そういう事情があって、やっぱりずっと絵を描きたい、何か表現したいって思ってきたんだなっていうことをね、再確認することができたので、これから表現していくっていうことが、今まで以上にとてもね、今すごいワクワク楽しみな気持ちがすごい溢れてるんですよね。いや、だから本当にこのアファンタジアのことを知れてすごく良かったなと思っています。なので実際に今この音の絵っていうのをすごくいっぱい描いてるんですけど、今まで以上にプラスな気持ちで絵と向き合っているので、とてもいい作品ができているんじゃないかなという自負があります。なので、次回動画からね、どんどん最新作を出していきたいなと思いますので、ぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回もぜひお楽しみに。